どうも、外地です。外地が語る外地。前回の引き続きいきましょうか。俺が初めて出たね、3号、35ミリ。映画館で映ったと。そう。何かな、そうか。現場の話だな。現場はね、びっくりしたよ。まあ一応、セリフある場面があって、福島にね、着いて、あともよろしくお願いします。よろしくとか、行くよとか言って、バンかなんかに乗せられて、最初どこだったっけな。あれは、なんかね、村の境内みたいなところでなんかセリフ言うシーンがあって、こう一生懸命ね、こう、本当は現場でそんなことやるのはいいかどうかわかんないけど、まあいいと思うんだよね。台本、こう、ブツ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 言ってたのよ。覚えて言ったんだけど、まあ、現場でね、ちょっと言ってみようかなと。そしたらさ、周りにこう、いっぱい共演者がいるのよ。りょうくんか、はいなかったんだけど、みんなさ、ああ、監督、あの人何ブツブツ言ってんだっていう。ね、別に馬鹿にして言ってんじゃないんだよ。そういうふうに聞こえんだ、俺に福島弁がね。そうするといいんだ。彼は役者だからって、えって思うよね。声でかかった。で、本当にね、えっと思ったんだよ。ままあ、大体は知ってたけどさ、でも、えっと思うじゃん。要は、役者俺一人なんだよ。全員がさ、村の人とか村の子供とか、そんなの、いや、それで一応シーンがあって、俺、セリフ言うわけよ。で、みんなが見て、はあ、あれが役者かって言われて、へえって思わなかったろうけどね。でもね、やっぱりね、まあ大体シチュエーションを監督が説明、行くよとか言って、行くよって。群馬じゃないから行くよとは言わないけど、行くよって言って、はい、スタートとか言うじゃん。いや、素人っておかしいけど、役者じゃない人たちの反応っていうのは、ドキュメンタリーじゃないんだけどさ、大体理解してこうやるとさ、ああ、これか。さ、二度同じことは、なかなかね、難しいけども、最初のそのリアクションっていうの、これがうちらがね、偉そうに言うわけじゃないよ。ただうちらほらね、なんかしたたかな根性を持って、根性したたかな何かを持ってやってるわけじゃないけど、その虚構の世界に行こうとしてるわけじゃない。いやでも実はすごいよ。何の飾りもないからね。まあ虚構は飾りじゃないけどさ。でも目指すとこはここなんだなっていうのは、その時分かったよね。もう、そう、すごい圧倒されちゃうんだよね。リアクションにってわけじゃないけどさ、本物がいるわけだから。まあそれでいい勉強になったと。で終わった後、監督と二人でなんかね、バンでなんかやってたら、子供がバーって来て、サインくださいサインくださいって言うんだよ。おおと思って。で、監督なんかさ、なんかあんないかつい感じだよ。まあ本当はね、すごく柔和な感じなんだけどさ、さっさーっとこう漫画かなんか書いて、こうやって書いて、ありがとうございます。だからさんも書きなさいよ、書けとか言って書いたら、うわ本物だ本物だって、何が本物、俺が書いたから本物なのかなって言いながら、いい気になって初めて書いたサインが村のお子さんたちに書いたサインだったんだけどそうね、すごいよ。あとね、あれね、多分そうだよね、赤旗書いてあったから共産党の支部かなんかに、あと警察署もあったんだ。行くシーンがあって、で俺役で行くんだよ。でね、そのカメラ助手、フィルム詰め替える時しかやってなかったけどいるんだけど、監督が参考のカメラガッ掴んで、俺でこうやって担いでくるんだよ。俺と二人だよ。でそこはセリフあるんだよ。俺でなんか長靴履いて、俺、なんか衣装みたいなのあったんだろうな、行って共産党の支部に乗り込んでさ、3年前ぐらいの事件をこう糾弾するんだよ。なんだよ君はとか言って、アポなんかないからね。ほんで何をカメラ回してんだ、止めろカメラ止めろとか言うんだけど、それは俺じゃなくて後ろの監督に言ってんだけど、監督がこうやってやるからさ、俺セリフ言って、あの時のあれは何なんだみたいなこと言って、釈明しろみたいなこと言うんだよ。俺も
本当怖いもの知らずだったよね。だからその時は知識ながらごめんなさい、本当今だったら共産党なんて言ったらね1時間ぐらい話し込んじゃうかもしんないけどさだけど当時はねもうセリフ言うんだよ。それでもさ5分回らないかフィルムだ。あでも5分近く回ったんだよな。ほいで行って「警察に電話するぞ!」とか言われても一応セリフ言い切ってで「すいません」も言わないで帰るからね。で次警察署に乗り込むって言うから「いや監督それやばいんじゃない?」とか思ったんだけど警察署はさすがね俺はねなんか行かないで捕まっちゃったらシャレにならないからね監督が横から撮ってたけどねそういう現場でしたよ。で監督疲れっからね思ってそしたらドーンって土の上でも何でも参考置いちゃうんで「やめてください!」だからその女子の人が来て言ってたけどね誇りを「ガー!」とか言いながらねそう通った。それでこれ言っちゃっていいのかな。でまあ主にね女川の原発が女川行ってあとねどこだったっけな。これ監督ここ誰もいないですかってさ「今に見てね」とか言ったらみんななんかさ戸がチャッチャッチャッと開いてこう見てんだよね。すごいとこどこだったっけな。なぜやったらなんかもう陸の孤島になっちゃったのかな言われるとこでいろいろ行きましたよ。で原発に行くわけいかないんで女川の原発じゃなくてね火力発電所かなんかがあってそこのツアーがあるんだ。その中ね安全ですよって CO2 出しませんよみたいなねこれみんなで行くぞっつってほらテレホンカードもらえるからいいじゃないかとか言ってみんなでそのツアー行って「いやもちろん機材持っていかないよどうも」とか言ってでなんかこう全部見て「はいどうも今日はお疲れ様でした」とか言って「テレホンカードですありがとうございます」もらったら「さあ行くぞ」とか言って「えっ?」つっていや別にねそこの電力会社がセキュリティが甘いわけじゃないんだろうけどなんかどっかで監督見つけてきてさ柵が壊れてるとこあってそっからまあ最小の人数で行ってさなんであそこ登れたんだろうな。地上5階以上の鉄塔の上で俺と亮君が取っ組み合いの喧嘩するんだよね。いや命綱なんかないよ。監督こうやって撮ってたもんね。あのシーン残ってたっけな。あちょっと待ってじゃあこれ出そう。はいダーンこれがバリゾーンのチラシだって感じでねいいねこれですよ。名前出てんだっけね。で今言ったのがダン裏これ鉄塔のとこだっけな。ああそうだよそうこれ一番上の昭和天皇がねって書いてある右にあるこれ左俺か右がこれ龍君だよ。そう監督っつってんね。彼は常日頃って書いてある右の下これ監督だよ。そうあマリさんそう右の一番下はね俺が紹介して連れてった港さんの時に一緒だったねマリさんねマリさんの方がでけえじゃないかよ。そうこうはいどん眼鏡かけたそうどんじゃないこっちだそうここでね殴り合いしたんだよね。さあ帰るぞってパーッと書いていいのかよ。で監督いつ作ったか知らないけどだからその原発の入り口のでっかいなんかもう看板みたいなの使ってどこ行くってさなんとかゴルフカントリー、カントリークラブの入り口にそれドーンと立ててさここ原発だからとか取ってで行くよって「いいですか監督これまんまさお土産」とか言って置いてっちゃうんだからね。でこれはどうかな。あと一個だけすごいエピソードで、俺はねその勉強になったし本当に監督ともねその後電話で話とかしたりとかもちろんねこっちに来た時にねであと2つぐらい言っちゃおうかな今日は。俺はねあんまりねみんな広めちゃダメよYouTube だからね。でその本当にあった話でねその中間俺がやらせていただいたその方がねいろいろ悩みに悩んで下からと上からとねこうねあってで上野駅で投身自殺をなさっちゃったんですよ。でそのシーン撮るぞって言われて
これだ2つねエピソードがあってね、いや投身自殺を取るご存知のように日本はね、まあアメリカだってね、まあ金出しはアメリカ軍隊も来るからね、それはまあ映画をこう認めてっからかもしれないけど、別に日本は映画を認めてないわけじゃないけど、まあ、みんなこう許可取れないんですよ。そうなんですよ。まあこのだいぶ後に出させてもらったね、そのシオン監督の時も2本目も出してくれるって言ったんだけど、なかなかねその許可が取れないで、俺がちょうどバッティングしちゃって出らんなかったんだけどね。って時はよかったね。まあいいや。それでね今回本当に上野駅で俺投身自殺とこ取るっていうのよ。もうスカジマとか思うじゃん。いやほんとビビったんで「いいかいこれは一瞬だからね」カメラマンと監督と助監督いたのかな、助監督誰かいたんだっけな、それでね俺とあれね何番線だったっけな、結構人がいるとこだよ。山手線が当時の上野駅だからね、何本か先に見えたところに血のり含んで飛び降りろって言うんだよ。で飛び降りてそこワンカットで次のカットで俺がまあ、おかしいそんなわけないんだけどさ、その線路に頭ガーンってぶつけて血バーバー吐いてるところを撮るって言ってさ「よーいスタート!」飛び降りたとこ撮れたの。次とか言ってカメラガーンとこっち来て血吐いてるとこって言ったら「何やってんだ!」ってそれは作るよね。木にすっ飛んできてさ、で「いやいけないことなんだよ」でみんな逃げろっつって、とりあえずカメラとフィルムだけだっつって、誰だったっけな、私は助監督かなんかをそこに残して監督と俺とあと何人かでバーッと逃げたの、雲のこう散らすようにね。で俺はね当時ねやっぱり2階公園口か上野の森に行くね、そこに出ちゃまずいからキオスクかなんか今みたいに綺麗になってない時ね、そのキオスクっていう名前があったかどうか知らないけど売店でなんかこう買うふりをしてたら横にパーッとスタッフが飛んで「ガイさん何した血のり血のり!」とか言って「ああ!」とか言って結局助監督が引っ張られていって大丈夫だったのかな、フィルムがね。恐ろしい。でもね映画っていうのは命かけなきゃダメなんだなとその時思ったよ。思った。今でもそれは変わりません。でもう一個ね、ほんで何日か経って、一回福島帰られてね、でなんか電話来て「ちょっと頼みがあるんだけど」っていうか「何すか」ってさ「入場券10枚買ってくんないかな」って「いやそれは監督それは違法だろうと思ったから分かりました」っつって、で「さガチ君ちょっと聞きたいんだけど」って「何すか」って血のりをね、要はあんた死んだんだからその帰り血をね浴びる電車を撮りたいんだと。どっかないかねって言うからさ、俺も当時ね駒込かなんかに住んでたからうぐいす谷のとこ結構当時ね駅員とかあんまり見たことない線だそこだとか言ってじゃあ何時何時にいつのね上野駅で集合とか言って、で集合って俺が入場券持ってんじゃんとかまあいろいろあってで来ましたよ。出てであれ一駅だからね二駅か一駅か、それで買って正規にね、でバケツ一杯の血のり持ってさ、いや俺はもう映んないんだけど一応行きましたよ。あれすごいよね。山手線だよ。バケツ一杯を血のりバーかけてそれ取って帰ってったもんね。俺はもう他人のふりしてどっか行っちゃったけどすいませんでした。でもねそういう面白い監督だったよ。また何かあったら一緒にやりたいけどねそんなこんなでね、はいで初めてね映画ねそういう有楽町ね上映した時見てでかい画面に俺が映ってる、あんまり映ってなかったんだよね。いろいろあってね俺よりもっとリアルな本当のねその証言する人が出ちゃったからさ、でもねいや感動しましたよ。これはやめらんねえな役者と
てな感じで2回に分けて、言いました私の3号デビュー作、ね、つぶつぶと映画にはまっていく外地でありました。罵詈雑言見られる方はご覧になってください。ちょこっと映ってますんで。てな感じで、はい、サブスクライブプリーズね、よろしくお願いします。ご登録ね、サムズアップもね、グッドボタンっていうんですかね、よろしくお願いしますよ。コメントもお待ちしてますからね。それでは外地でした。どうもチアーズ。これからも頑張るぞ。また。役者頑張っちゃダメなんだって